皆さんこんばんは、ジオガと申します。今回は世界の遊び大全51の中に入っているダーツで高得点を取るコツをまとめてみました。ダーツをやってみたのはいいんだけども、狙ったところになかなかいかない、結構難しいと思われる方も多いかと思います。そんな方でも少し練習すればしっかりと狙ったところに当てることができ、高得点を取る、その方法を説明できればと思っています。なお、今回はカウントアップでという前提でお話ししますが、301や501でも活用できますので、そちらで遊びたい方でも役に立つ内容になっています。また、ダーツの細かいルールについては、ゲーム内の遊び方に書かれているので、そちらをご覧いただければと思います。ぜひ最後までお付き合いのほどお願いします。では、早速ですが、まずこのダーツで高得点を取るにはどこを狙うのか。それはズバリトリプル20になります。トリプル20を狙う理由は主に3つあり、単純に点数が一番高い。今回はセパレートブルのため50点を取れるエリアがトリプル20より狭い。仮に外しても上下のズレならほぼほぼ20点は取れる。1つ目の理由はそのまんまですね。20点の3倍のエリアになりますから、ここに入れるだけで60点となり、ダブルブルよりも得点を稼ぐことができます。2つ目の理由、ちょっと聞き慣れない単語が出てきましたが、セパレートブルというのは赤色のブルと黒色のブルの点数が異なるルールであるということです。ちなみに少し余談になりますが、赤色と黒色のブルがともに50点のルールもあり、これをファットブルと言います。ファットブルーの場合はトリプル20より50点のエリアが広く、かつ真ん中の方が狙いやすいというのもあって、ブルを狙った方がいいと言われています。しかし今回のセパレートブルの場合、50点のエリアはダブルブルのみとなり、逆にトリプル20よりエリアが狭くなるため、トリプル20を狙った方が効率的というわけです。3つ目の理由は横ブレしないようにすることが前提になりますが、トリプル20の上下はシングル20ですから、上下に外れる分にはまだそこまで影響がないということが言えるということです。ちなみに横ブレしてしまうと隣が1点なり5点なので、かなり痛いミスになります。横ブレしないように振る方法はこの後のトリプル20の取り方を説明する際に合わせて説明します。では、いよいよトリプル20の取り方について説明していきます。狙う場所ですが、トリプル20の下辺から縦幅の半分ぐらい下げた位置を狙うのがおすすめです。そしてフルパワーになるようにジョイコンを振ると、このようにトリプル20のエリアに入れることができます。慣れてくればこんな感じで1ラウンドで180点取ることも可能になります。でもフルパワーで振るなんてできないよという方もいるかと思います。ということで、同じ場所からパワーを変えて投げてみるとどうなるかというと、ブル、このようにパワーによって下への落ち方が変わるのがわかるかと思います。つまり自分が一番出しやすいパワーに合わせて狙う場所を上にずらせばトリプル20に入るということになります。どちらにしても肝心なのは一定のパワーで振れるようにすることになります。パワーがバラバラだと先ほどのように上下にブレてしまいますので、ここは練習あるのみです。そういう意味でもフルパワーで振れる人はフルパワーで振った方が楽ではないかと思います。また照準の合わせ方ですが、ジョイコンを振るときの高さが自分の目の高さに合わせるとジョイコンを振るのがやりやすくなります。ですので先ほどのフルパワー時の照準の合わせ方を例にすると、目の高さよりも少し低い位置でボタンを押してから照準を合わせると楽に振ることができます。そして横ブレを防止する方法ですが、ジョイコンを振るときに肘から肩の部分は極力動かさないことが大事になってきます。
ジョイコンを振るときに腕の前後運動だけで行うことで横ぶれは抑えることができます。どうしても横に行ってしまうという方は、反対側の手で肘を押さえるように添えて振るといいでしょう。このように自分に合った場所に照準を合わせて一定の速度で振れるようになれば、カウントアップで1000点以上を出すことも十分可能になります。これは CPU レベルがやばいの時にプレイした結果ですが、こんな感じで私も1000点を超えて勝利することができました。ちなみにカウントアップの最高点は1440点ですので、実はまだまだ伸びしろはあったりします。また今まで話してきたことを応用すれば、301や501でも優位にゲームを進めることができます。狙う場所が変わるだけで照準の合わせ方自体は同じになりますので、それさえしっかりできれば同じような振り方で狙ったところを取ることができます。実際に301でやってみたのがこちらです。1ラウンド目はトリプル203本で180点減らし、2ラウンド目はトリプル7、トリプル20、ダブル20とうまくいけば2ラウンドで上がることもできるようになります。以上で説明の方は終わりになります。最後に簡単におさらいしますと、1、トリプル20を狙える場所を探す。フルパワーで振る場合はトリプル20の縦幅の半分くらい下が目安になります。2、ジョイコンを振る速度は極力一定になるようにする。フルパワーで振れる人はフルパワーで、そうでない人はパワーが一定になるようにジョイコンを振りましょう。この2つができるようになれば高得点も可能になりますし、何より楽しくプレイすることができるようになります。この動画を通じてこのゲームのダーツを楽しくプレイできる人が増えれば幸いです。ということで今回の動画は以上になります。もしこの動画が良かったな、参考になったなということでありましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。